雑談です。コントの会です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は、日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひ何か気に障ることがあったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、何もほとんどしておりませんでしたね。久々の寝正月、寝日曜日ですね。まあ寝てましたね。何かに疲れちゃったんですよ、きっとね。疲れちゃって寝てましたね、大体。寝てましたね。まあいろいろ下準備をしながら、もうほぼ寝てましたわ。疲れちゃったんで、みんなこんなで、早速あれですか、見ましたですよね。昨日はね、あれを見てたんですよ。ドラゴン桜をね。ただあまり取り立ててというかね、もう今日はこれを言いたいというか、コントの回、キングオブコントの回が土曜日にありましたでしょ。で、あれ3時間スペシャルじゃないですか。で、昼間に事前番組みたいなのが90分あったのかな。あれを含めるともうほぼ4時間ね。3時間スペシャルと90分なんで4時間半ですか。なかなかそれ時間割けませんよね。ってことで、まあ録画してたんで、じっくり見てたんですね。キングオブコントの回ね。いや、非常に面白かったね。まあ一番改めてかな、こう凄さというか面白さを感じたのはやっぱサマーズの三村さんですわ。舞台監督ってネタあったでしょ。花子が作ったネタで、舞台監督って名店したらこう観葉植物がね、机と椅子がありゃいいのにっていうのに観葉植物があちこちにあったりとか、最後ねポストの前でみたいなのが名店になった瞬間の三村さんの言葉というかツッコミね、あれは本当すごいなというか面白かったですね。本当にね、僕を陣内智則の面白い方とね言ってのけたというかね、こう見抜いたというか、見抜いたっていうのも言い方おかしいですけど、そう言い当てたというかね、センスったらないなってもう改めて思いましたので、本当に一番いろいろコントあったでしょ。ゲストなのかね、なんて言ったらいいの、出演者のが考えたコントをレジェンドと言われる松本さんであるとかサマーズさんであるとかが出てやって、バナナマンがやってましたけどもね、花子の舞台監督のネタが面白かったですね。細かいところも面白かったんですよね。ガムテをめちゃくちゃこうめちゃくちゃつけてるって持ってるね、数珠のようにガムテを持ってるところであるとか、そういう細かいところもね面白かったですよね。でかいバミリとかね、いやーよくできているとか、本当に面白かったですね。あれは順番に思い出していきます。あんまり覚えてないんだよな。何があったかな。一番最初にやったのが一番最初が舞台監督でしたっけね。2番目にやったのがあれでさ、壁ね挟まってるやつ、もう設定がバイキングのね小峠くんがね考えたやつで、設定がもう面白かったですよね。その狭い壁が通学路というか抜け道人気の抜け道でいろんな人が通る。ただ一個だけ僕が気になったのは、そういうね細かいところ気になっちゃうなと思ったのが、面接挟まってる西村くんと日村さんが実はバイトの面接の
コンビニの店長だったかなとバイトの面接行く人っていう設定だったんですけど、それがこうあそこの道ですれ違うことがねおかしくないかなってちょっとそこだけ気になっちゃったんですよね。だからバイトの面接に行く方と何かしらの用事で出たのかなんかそこだけちょっとね気になっちゃったんですけど、でも面白かったですね。挟まってね、中国の子供やったらわかるけどみたいな、そういうことも入れつつね、壁ありましたね。それからキャンプね、シソンヌはもう女装というか女性役やらしたらもうピカイチだね。面白いね、本当に。いや面白かったな、キャンプもね。ソロキャンプなんで静かにしろっつってね、こう恐怖政治が敷かれるみたいなね、西村のあれもなかなかでしたね。いや面白かったですよ、キャンプね。それから何でした？小さな疑いね、会社で何でした？ヨーグルトじゃないや、プリンじゃないや、プリンでしたっけ？なんかね、があれを食べられちゃったっつって、で犯人探しを始めるんだけど、いや俺はアリバイがあるっつって、とんでもないこう会社の悪事をね横領してたから俺はそんなことしないとか、そういうこと悪事を次々このね社員がこう自供していくんですけど、で掃除のおっちゃんみたいな人がねこうよくねある感じじゃないですかが、実は会長だったみたいなね。そのままのうちで全員クビだっていうね。いやでも会長が一番このせこいことをしてたっていうね。それはなかなか面白いですよね。でおめでとうね、これもさすが松本節というかね、もう一本のそれこそ本当に松本さんまた映画撮ってほしいなって思うぐらいの出来ですよね。これおめでとうと最後にやってた管理人のやつね、あれもう管理人のやつは管理人のやつだけでもね本当に一本映画撮れますよ本当にね。いやおめでとうもかなり狂ってて面白かったですよね。何に対してねみんながおめでとうって言ってんのかわかんないままずっとねこう祝われているといやーあれも狂ってたなね。面白かったですね。歌のゲストの意味のない挨拶とかめちゃくちゃ面白い。ロバートの秋山もこれね悪いやつですよ、面白すぎてね。おめでとう。それからファクトリークルーズね、チョコプラ、これはもうチョコプラらしいね、こう工場見学のがアトラクションになってるという設定でいろんなねあれをやっていくんですけど、それも面白かったですね。それで何でした？バスジャックね。ライスと何でした？あれね、あれさらば青春の光です。あれも面白かったですね。全部バスジャックしてるけど目的地ねの通りで別に全然ジャックしてないけどただただ脅されているだけっていうね、なかなか設定の妙味というかありましたね。それから何ですか、仁義なきマジシャンもこれはもう面白かったね。やっぱり三村さんだな。やっぱり三村さんが面白かった。それからお部屋のお昼の生放送ね、ロバートのもう思い出すだけでこれ30分ぐらいやってたっつってて、それでもまだカットしたとこだったっつって、あれもなんだろうなねえ、もう延々見てられるというか延々やってられるんでしょうから、ね、ずっと見ときたいね。本当にそういう番組ガチでやっててもね面白いのになって思いながらね、もともと月曜のレギュラーが金曜日がなくなったからねシャッフルになっちゃって月木になったから
月曜の人が今度は水曜に出て、水曜の人が火曜日に出てみたいなどうでもいいことを延々気にしてやってるっていうね。で、設定がうまいなっていうのは、そこにね、ツッコミ役で入れたのが、新人ディレクターというか、今日、たまたま担当になったというか、いつもの人がいなくて、担当になっちゃったっていう、設定はうまいですよね。だから全員、イエスマンの中にね、レギュラー陣とか出てた人、中に一人だけこう、別のね、ところから来てるっていう、リアルにちゃんと突っ込めるっていう感じで、あれはうまいですね。だからむちゃくちゃやるだけじゃなくて、そういうところもちゃんとやってたのはさすがだなって感じですよね。で、クリーニング店か。クリーニング店さらば青春の方に、あれもね、妙味というか、ですよね。こう新品買ってたっていうね。で、それをこう、元々のクリーニング、他のシャツ以外はクリーニング屋に出してて、その粗利を得てたみたいなのがバレてるんだよね。なかなか面白かった。社会風刺的な部分もね、入ってて面白かった。転売ヤー的なね。面白かったですね。それからクイズ番組ね、これも東京03のやつでやってましたけど、あれも面白かったですね。設定がいいよね。ずっと恨みを晴らしに来たっていうクイズを邪魔する人っていうね、設定はあれ面白いね。いや面白かったな。それから何ですか。それから管理人かね。最後管理人。間には面会のやつがねちょこちょこ入るんですけど、管理人はなんていうか狂気ですよね。だから両方狂気じゃないですか。管理人さんもそこまでして明太子渡す必要があるっていう感じはあるんですけども、そこをねこうお互いが引かないっていう鍵閉めるガチャンって音だけで笑いが取れるというかね、あれはやっぱですよね。だからね、何気ないそういった音なんですけども、あれのね、ドアをバタンガチャンバタンガチャンってね、最後鍵閉めてなくて開けちゃってみたいなで恐ろしいことが行われてる。面白いですね。3時間たっぷりね、このしがみながらまだまだ何回もねこすって見られますよというのを見て笑っておりましたんでね、ぜひ見逃しちゃった方はこれ見逃し配信がないんじゃないかな。あるのかなさそうですよね。なんで見逃しちゃった人がざまあみろですね。はい。いや非常に面白かった、キングオブコントの回のお話でした。コントちょうど時間となりましたねコントってなんだよってな感じで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。